どうもこんにちは。ガジェットブロガーの橋勘です。今回の動画でご紹介するのはフェイユーテックのフェイユーポケット 2S になります。カメラ付きジンバルというジャンルの製品になりますが、この製品の特徴はですね、後ほどご紹介するんですけれども、ハンド部とカメラ部が、分かれるというのが一つの特徴になっています。この動画では3つに分けてご紹介したいと思っています。1つ目が、製品の外観や特徴などですね。2つ目が操作に関するご説明です。で、3つ目が実際にこのフェイユーポケット 2S を使って収録をした映像、こちらをご覧いただきたいなというふうに思っています。それでは製品の外観やですね、付属品のご紹介をしていきたいなと思います。で、もう開けてしまってるんですけれども、こちらがフェイユーポケット 2S の外箱になります。はい。で、続いてこちらが本体ですね。で、これがですね、マグネット式になっていて、このように取れます。で、くっつきますと。で、普段はこういう状態にしておいて、ちょっと長めのカメラ付きジンバルみたいな格好で、普段は使っておいて、で、ちょっと外して使いたいなという時には、ここをポコッと取って、くっつけるというような形になっています。で、マグネットはですね、ここの部分と、あと本体側、こっちもですね、磁石でくっつくようになっているので、金属面であれば本体もカメラ部も両方ピタッとくっつけることができます。で、こちらがレンズ部ですね。非常にちっちゃいです。本体を見ていきますと、こちらがディスプレイ、それからジョイスティックで、録画を開始したり止めたりするボタンが一つあります。で、右側を見ていくと、こちらに電源ボタン、それから、再生をする時のスピーカーですね。で、こちらが、マイクロ USB の端子もついていますので、録画する時に映像を確認しながら録画をすることができます。で、左側面に、タイプ C のポートですね。ここで充電をしたりします。で、その左側に LED のインジケーターがありまして、充電中は赤い点灯になります。で、充電が完了すると緑の点灯になります。で、下の方にマイクロ SD カードの、スロットがあります。はい、で、下側はですね、三脚への取り付けの穴なんかは特には開いていないという形になっています。続いてですね、付属品のご紹介をしていきたいなと思います。で、こちらが、ハンド部を固定するためのホルダーになります。で、これを体に装着したい時なんかにはこういった形で挿して、はい。で、ここの隙間にですね、ベルトがありまして、こちらですね。このリストバンド、この長いのと短いの2本入っています。で、先ほどのホルダーにですね、このベルトをこうして通します。そしてこのようにすることで、腕に取り付けたりすることができると。ちなみにこちらも同じですね。ここにベルトを通す穴がありますので、ここにベルトを通して腕に固定したりということが可能になっています。で、続いてこちらが充電ケーブルですね。片方がタイプ C、もう片方がタイプ A の USB ケーブルになっています。それからこちらがキャリングポーチですね。本体を入れて運ぶときはこのように、こうして持ち運ぶことができます。で、続いてこちらですね。三脚用のネジ穴が開いたマグネティックベースになります。ミニ三脚。こういったものに取り付けることでカメラを、固定をすることができるようになります。で、カメラをここに
けることができます。で、あとはこういったマニュアル類が入っています。保証書ですね。で、このマニュアルはおそらく日本版はですね、日本語のマニュアルが付属されるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、あとはこの両面テープですね。先ほどのこのマグネティックベースに貼り付けるための両面テープになります。これを使えばですね、ヘルメットだったり、磁石のないところでもカメラ部を取り付けることができるという形になります。それでは続いて、本体のですね、操作を見ていきたいと思います。それでは電源を入れてみます。はい。このように電源が入りました。では操作のご説明に入りたいと思います。まずジョイスティックなんですけれども、このように上に動かすと上に、下に動かすと下にですね。で、横に動かすとこのように横に動くというような形になっています。で、これはですね、ちょっと微調整なんかはできないようになっているっぽい感じですね。なので、オンとオフしかないので、スピードのコントロール、微妙なコントロールっていうのはジョイスティックではちょっとできないかなと。で、続いて、この下のボタンですね。こちらが、録画を開始したり、停止をしたりという形になります。1回押すと録画が開始。もう1回押すと停止します。はい。で、長押しをするとですね、Wi-Fi がオンにできます。で、もう一度長押しをすると、Wi-Fi をオフにできると。で、Wi-Fi で、スマートフォンと接続して、スマートフォンのアプリと連動して、機能を使いたいときに、この Wi-Fi のオンオフを使うと。で、続いて、ディスプレイ部の操作に入っていきます。で、ディスプレイはタッチスクリーンになってまして、上からこう下にスワイプしたり、逆に下から上にスワイプしたりすることで操作をすることができます。ではまず右から左にスワイプしたいと思います。撮影モードの変更になります。写真撮影をしたり、ビデオ、それからスローモーション、タイムラプス、パノラマモードといった形でモードを切り替えると。ビデオをタップすると、さらに細かく解像度やフレームレートっていうのが選択をできるようになっています。で、最大で 4K の60フレーム、ここまでの画質で、録画をすることができます。それからスローモーションなんかもこのように選択をすることができます。タイムラプスもモーションラプスやハイパーラプス、それからタイムラプスという形でいろんなモードに対応しています。タイムラプスだとこのように下の方に何秒間隔で撮影をするのか、それから撮影時間の設定なんかもここでできるようになっています。ここをタップするとインターバルの設定ですね。それから撮影時間、あらかじめ撮影時間を決めることもできます。で、モーションラプスの場合はこの上にですね、1、2と出てるんですけれども、どの位置から、どの位置まで動かすかという設定ができます。まずは、スタート地点を設定します。例えばここでこの真ん中をタップすると、この1番が緑色になります。それから、最終地点に持っていって、でもう一度中心部をタップすると、ここが青くなります。これで設定完了ですね。これで録画開始ボタンを押すと、設定をした開始地点から
自動的に撮影が開始するというような形になっています。非常に簡単です。で、続いて左から右にやると、これはプレビューですね。録画済みの動画の再生停止がこちらでできるようになっています。で、続いて上から下にスワイプした場合ですね、設定画面が開きます。で、最初の、ウェアラブルモード、それから手持ちモードの選択ができます。で、左にスワイプしていくと、こちらが設定ですね。ここで、バッテリー残量の確認を行ったり、ちらつき防止、それから、操作時のキー音のオンオフ、それからストレージの、残容量でしたり、自動電源オフ設定、それから、水平バランスのキャリブレーションの設定ですね。それから速攻の設定。ここでは言語の設定やリセット、本体のリセットや、デバイス情報を表示するメニューがあります。超広角、広角、広角なしをここで切り替えることができます。フェイストラッキングのオンオフ。で、画質の設定ですね。で、モニターの表示設定ができます。で、明るさの設定ができます。で、最後に下から上にスワイプしたとき、ジンバルのモードを変更することができます。まず、こちら。これはオールフォローモードですね。このように、ロール軸もパン軸もすべての動きに対応する動きになります。で、これが、チルト方向とパン方向をフォローするモードになります。で、こちらが上下とロール方向を固定して、左右だけが変えることができるモード。この矢印が中心に集まっているものをタップすると、このようにカメラが中心に戻ります。はい。で、続いて、これは、動きの切り替えですね。こうすると、カメラの追従が速くなります。こちらのスムースにするとゆっくりの動きになると。これをタップすると逆方向に向きます。セルフモードになります。で、もう一度タップすると元に戻ると。先ほどの操作はジョイスティックでも可能です。ジョイスティックを2回連続で押すと、このように戻ります。それから3回連続で押します。そうするとセルフィーモードになると。で、もう一度3回連続で押すと元に戻ります。で、画面のロックをすることができまして、2回タップすることでロックをすることができます。解除するときはこの電源ボタンを1回押してあげると解除をすることができます。だいたい操作に関しては以上になります。では続いて実際にこの Feiyu Pocket 2S で録画した映像をご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。
いかがだったでしょうか。今回の動画では FeiYuTech の FeiYu Pocket 2S をご紹介しました。日本国内ではクラウドファンディングの幕開けで支援することで購入することができます。クラウドファンディングが終わった後は通常の EC サイトでも購入することができるようになると思います。概要欄に URL を貼っておきますので、気になった方はぜひチェックをしてみてください。ブログの方もやっていますので、ぜひチェックしてみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら。